どうもこんにちは、ヒゲドチャンキーです。今回はレベル1100を納車して4ヶ月経過した今、だんだんレベル250が恋しくなってきましたので、レベル250の良かった点を改めてお伝えしていこうと思います。レベル250のエンジンは、もともとスポーツ系のバイクの CBR250 や CB250 に使用されているものを、パルス感を感じられるようにチューニングされているので、短気筒でありながらクルーザーに乗っているサウンドを感じられる点がものすごく心地よかったです。コーナリングもバイクが倒れるし、癖になるほど気持ちよかったです。ものすごくカーブがあるとワクワクしてました。いやもう本当にね、コーナーが来るたびね、ワクワクしていて、カーブがとても好きになりましたね。でマフラーも当然純正のマフラーもいいはいいんですけど、森脇にしてから、この動画で何回も言ってますけど、とても音が心地よく、さらにね、グリッピングシフトダウンに私かなり憧れがありまして、当時グリッピングシフトダウンの練習ばっかりしていて、ある日突然できた時、これね、ものすごく気持ちいい音が鳴る、心地よい音が鳴るので、もう完全にね、グリッピング中毒者になりましたよ。もう何回もグリッピングシフトダウンをなぜかシフトダウンばっかりしていました。そのぐらい心地よい、サウンドになります。これね、多分ね、結構ね、皆さんわかると思います。癖になるほど、グリッピングシフトダウンをするっていうのは、バイクを初めてね、こんなに好きになった、レベル250に乗って、バイクがとても好きになったので、本当にね、初めてバイクに乗ってる方は、なぜか無性にグリッピングシフトダウンに憧れるっていう時があったんじゃないかなって思います。グリッピングシフトダウン中毒になった方他にも結構いらっしゃるんじゃないですか。グリッピングシフトダウンはね、本当になぜかね、中毒になりますね。ただね、レベル1100になってから、操作が、まだ慣れてないってところもあるかもしれないんですが、なんかね、1100だとグリッピングシフトダウンが私うまくいかないんですよね。これバイク初心者の方結構レベル250を選ぶ理由として、見た目も当然かっこいいっていうところがあるかもしれませんが、シート高が69センチで足すきがいいので、足すきで選んでる方もかなりいらっしゃるんじゃないかなと思います。クラッチはね、アシストがついててものすごく鬼軽いので、もう本当に握力15ぐらいでもいけるんじゃないかなぐらい軽いです。で、車重も170キロでとても軽いので、やっぱり一番最初に乗るバイクとしてはとても安心感がある点っていうところが良かった点だなと改めて感じました。またね、レベル1100に乗ってから、ちょっとコンビニに車で行くようなところめんどくさいなっていうところで、前は250でスイスイ、軽いから行こうかなっていう感じだったんですけど、1100になってから、ちょっとね、ちょい乗りするのがめんどくさく感じています。その点、やっぱり250はとても取り回しがいいバイクなので、よくね、ちょい乗りでコンビニに行ったりとかしていたので、250はその辺が良かったなって感じてます。またね、これ250あるあるだと思うんですが、もうね、アクセルをフルに回せる楽しさ。これはもう癖になります。低速からスピードをね、もう30キロぐらいまで、30キロから40キロぐらいまで、わーっともう、アクセルをフルに回することが、とても250のいい点だなって改めて感じました。またレベル250の新色も1月の20日に、発売することが決定しているので、私たちがいつもお世話になっているホンダさんの方で、レベル250の新色出ましたらまた動画にしていきたいと思います。試乗もねできたらねしてみたいんですが、ちょっとこれはまだわからないですかね。あとはね、もうレベル250に初めて選んだきっかけはもう間違いなく見た目だけでした。いやね、もう見た目がものすごくかっこよかったので、当時250、レベル250を買った理由はもう完全に見た目だけから入りました。バイクの面白さをいろいろ気づいて大型乗りになって今は1100を乗ってるんですが、もうね見た目がかっこいいので、コーヒーを飲んでもバイクを眺めてる休日なんかめちゃくちゃ最高ですよ。さあこんな感じで短いですけども今回は締めたいと思います。お金があればぜひもう一度レベル250を手に入れたいと思うバイクでした。ご視聴ありがとうございました。またねー。